52,411名。日露戦争において、我が13個師団が、その戦果と引き換えに出した犠牲者の数であります。戦争に勝利した日本は、戦争終結後より、被害調査を開始し、延べ2万人以上の人員と、4年の歳月を費やし、統計を完成させました。我が陸軍軍医部は、この統計に基づいて被害原因を分析し、陸軍衛生士として後世に残しました。皆さんこんにちは、ゆっくりレ夢ムです。皆さんこんにちは、解説のゆっくりマリサだぜ。今回は、我が陸軍の戦死者について解説していくぜ。明治陸軍は、責任として資料を残したのか。未来に対する責任の見本と言えるよ。なあレ夢ム、これら日露戦争関連の統計すべてを、統括された方は誰だか察しがつくか。まさか。陸軍大臣、寺内正武中将。そうだ、重箱幼児の二つ名を持つ、寺内閣下が統括されてこそ、世界で最も精密な統計が完成されたのさ。偉大なる重箱幼児だ。その通りだよ。先に全体の戦死者の数値、52,411名を挙げたけど、この数は第一線で戦った、主要13師団の数値であり、後備兵部隊や諸部隊そして海軍の数値は含まれていないので、注意してくれ。最前線における被害の傾向がわかるからいいよ。戦死者には戦死、傷死、病死の3つが含まれている。戦死はわかりやすいけど、傷死はどうなるの？戦場または、病院に収容されても入院するまでに亡くなった方が戦死になる。入院されてからその傷が元で亡くなった方が傷死になる。病気が原因で亡くなった方が、病死になる。戦死は、35,080名。傷死は、7,753名。病死は、9,578名となる。戦死者が一番多いけど、病死者も結構な数になるね。割合を出すと。戦死 66.9%。傷死 14.8%。病死 18.3% になるね。2割近くが戦病死になるのか。戦病については後で説明するけど、陸軍は日清戦争の反省から、せいろがんをはじめ糧食の準備と様々な対策をとっていながらも、約2割もの戦病死者を出してしまったんだ。兵站の問題は重要だね。むしろ兵站こそ戦争と考えるべきなんだ。次に戦闘における損害を見ていくよ。野戦と要塞戦の損害について説明するよ。これは死傷者数のデータで、野戦が13万4,981名、要塞戦が5万790名になる。要塞戦は旅順戦のことだね。圧倒的に野戦の方が多いね。もちろんそうだよ、旅順と野戦は規模が違うからね。割合は、野戦が 72.7%、要塞戦が 27.3% になる。要塞戦は、約3割になるのか。旅順の戦いも、かなり戦死者が出ていたから、もっとすごいかと思ったよ。これから主要な戦いについて説明していくけど、一個分の損害としてみればかなり大きい。野戦の戦闘死傷者数は、このようになるよ。奉天の海戦がほとんどじゃないか。その通り、陸軍全体で見た場合、野戦では、奉天の海戦の死傷者数が一番多い。各戦闘の死傷者割合を出してみるとこうなる。一番高いのは奉天の海戦で、51.9%。次いで両洋の海戦の、17.6%。3番目は、佐賀の海戦の、15.2% になる。この3つの海戦だけで、野戦全体の死傷者数の 87.1%、9割近い数になるのか。資料によっては旅順が三大海戦の一つに取り上げられるけど、本来日露戦争三大海戦と呼ばれるのは、両洋、佐賀、奉天のこれら三海戦のことを指す。こうしてみるとよくわかるよ。特に奉天の海戦は、損害の半分にもなるんだね。世紀の大海戦と言われるだけはある。日露両軍がその持てる全力をかけて戦った海戦だからね。グラフを見ると、損害の多い戦いは、それだけロシア軍の抵抗が激しいことを表している。初期に行われた南山の戦いと、後期の国交大の戦いを比較すると、
国交大の戦いは、南山の倍以上の損害が出ているね。損害の数が一桁多い、とまで言われた南山の戦いは、3個師団合計で、戦死707名、負傷3687名になる。少なくないね。初戦において大損害の代名詞にもなった、南山の戦いであるが、国交大の戦いは、戦死1834名、負傷7286名と倍以上の損害になる。しかもこの損害の約6割が、弘前第8師団の1師団から出ている。初戦の頃より損害が急増しているね。それだけロシア軍も必死に戦闘を行ったということなのか。我が日本軍は最初から攻撃側だから、そういうことになる。このグラフからもクロパトキン将軍の作戦がわかるだろう。将軍は、ロシア軍の損害を抑え、日本軍に消耗を強いるために、大規模な衝突を避けて満州奥地へ後退していたが、開戦後半年が経過した8月の揚々開戦から、決戦を決断された。死傷者数の増加がそれを表している。なるほど、グラフからそう読み取れるのか。ロシア軍が応じなければ戦闘にならないからね。次は、要塞戦である余順の戦いだよ。余順の戦いは、細かいものが多いからこの5つにまとめたよ。余順前哨戦は、本防御戦攻撃以前の戦いをまとめたもので、これら5つの戦いの数値をまとめたよ。第2回総攻撃は直前に行われた、龍岩北方歩類、水死英歩類及び生小山占領、に霊山の攻撃を含めた。余順最終戦は、この5つの戦いをまとめた。映画203高地にある、余順陥落の感動シーンだね。そうだね、題名は203高地だけど、映画は本防御戦の話だからね。第3回総攻撃が、第1回総攻撃と並んで損害が大きいね。ダントツのツートップだからね。割合を見ると、第1回総攻撃が 29%、第3回総攻撃が 33% になるよ。2つの総攻撃で、全体の 62% の損害を出しているのか。それだけロシア軍の抵抗が激しいことがわかるね。ただ第2回総攻撃は、損害が少ないけど、クロパトキン捕類や一ノ瀬砲台など、主要捕類を占拠する戦果を上げている。さらに言えば、クロパトキン捕類の占領は、余順の水源を奪うことになり、それ以後ロシア軍守備隊は、水不足に苦しむことになる。水の手を断つとは堅実な方法だね。損害が少なくなった原因は、軍神28産地榴弾砲の火力が有効だったんでしょ。まさにその通り。第3軍も最初から総攻撃を、この時期に行いたかっただろうと想像できる。ただ、第2回総攻撃も、最終的には砲弾不足で射撃制限がかけられるようになり、尻すぼみで終わりになるけどね。また砲弾不足か。満州軍総司令部は補給に関心がないのか。全くない。でも安心しろ。兵隊よりも作戦に関心を持つ総司令部の悪しき伝統は、昭和陸軍に受け継がれている。よく考えてみろ、射が開戦と同時期に始めたんだから、余順に補給できる砲弾なんてあるわけない。満州に備蓄していた砲弾は、すでに余順第1回総攻撃と揚々開戦で使い果たされている。第3軍は手持ちの砲弾が尽きればおしまいだよ。もう一度グラフを見てくれ。余順の前哨戦と最終戦を比較してよ。最終戦の方は被害が半分くらいになっているね。第3軍の第3回総攻撃で、ロシア軍守備隊は戦闘力を失っていることがわかる。第3回総攻撃は、余順の戦いで最大の死傷者を出しているが、ロシア軍の戦闘力を完全に損耗させたのだ。批判されることが多い第3軍の作戦だけど、意味があるのか。批判される点はあるにせよ、現在の批判の根拠は、ロシア軍よりも多くの犠牲者を出したという点だ。ロシア軍にも公式記録はあるんでしょ。一応、あることはある。ロシア軍の公式記録は、ニコライ陸軍大学報告が元になっているが、そもそもロシア軍は、日本軍のように戦争参加兵士の記録を残していない。だから戦死者の記録が信用できないことは、言うまでもない。死傷者の記録を分析していた我が陸軍の軍医部では、統計学的にもロシア軍の死傷者数は当てにならないと結論している。ずさんな国だな、自国民への保障なんか考えていないのか。だから安易に戦争できるんだろうよ。
次は、戦病死者について説明する。このグラフは、深刻の病院で治療中の患者死亡原因を分類したものだから、最初に挙げた13師団の戦病死者よりも多いけど、傾向を見るために参考としたよ。具体的にはどういう病気なの？多い病気を4つ紹介して、あとはその他に分類した。一番多い伝染病及び全身病は、これらの病気が分類されている。現在ではビタミン欠乏症になる脚気も、ここに分類されているから注意してくれ。患者数、死亡者数ともに一番多い病になる。次の外傷及び不慮については、ほとんどが戦傷によるもので、死亡者は戦傷死に分類されるから、ここでは詳しく説明しない。3番目の呼吸器病は、日本おなじみの病だよ。4番目の栄養器病は、患者数は伝染病に並ぶほど多いが、死亡者は非常に少ない。ただこの栄養器病が、合併症として脚気の発症につながることもあるので、当時では危険な病気になる。なるほどよくわかったよ。割合で見るとどうなるの？ほぼ6割が、伝染病及び全身病になるね。そうなると脚気が多いだろうね。察しがいいね。その伝染病と全身病について説明するよ。このグラフは伝染病患者、61,774名を分類したものだ。ほとんど脚気だね。割合を見ると、6割5分が脚気で、腸チフスが2割弱、赤痢は1割もない。脚気の恐ろしさがよくわかるよ。この数値には、複数回入院した患者もカウントされているから、一応注意してくれ。ところが死亡者数を見ると全く変わってくる。腸チフスの方が多いのか？それに患者は少ないのに赤痢の死亡者も多いね。割合で見ると一番多い腸チフスはほぼ半分。脚気の患者数は6割5分だけど、死者は3割程度。赤痢が1割5分になる。腸チフスや赤痢は結構やばい病気になるんだね。陸軍では日清戦争の教訓から、腸チフス対策に取り組んでいて、防疫については様々な対策が取られており、兵士には、予防薬としてセイロガンが支給されたんだ。セイロガンについては、以前動画にしたのでそちらの方も参考にしてください。概要欄にリンクがありますのでそちらからどうぞ。陸軍が取った対策は、結果として十分ではなかった。しかも当時の腸チフスの治療法は、絶食療法だからね。脚気を併発している人が絶食療法なんてされたら、脚気か衰弱で死ぬよ。恐ろしい治療法だ。せめて点滴でもあれば違ったのかもしれないね。当時は脚気がビタミン欠乏症とは分かっていなかった。鈴木梅太郎博士によりオリザニンが発表されるのは、1911年、明治44年になってからだからね。さらに言えば、腸チフスや赤痢など消化器系の病気の場合は、脚気が合併症として発症する例が、軍医により多数報告されている。胃腸をやられたら一発アウトなのか。この当時は、自分で栄養を取れなくなったら衰弱か脚気で死亡確定だからね。合併症を考えると、単純に病名がそのまま死因とは考えにくい。戦没者の2割に相当する戦病死者の多くは、こういう原因だったのか。最後にまとめるよ。日露戦争の戦没者について、我が陸軍は精密な統計を残していた。戦闘死者数について、読み取れるところは、野戦においてはロシア軍総司令部の戦意と関係があり、ロシア軍が決戦を行った戦場において著しく発生する。これは戦争が後期になるに従って戦闘死者が増加し、最後の決戦となった奉天会戦において、最高の数値になったことでわかる。旅順のような要塞戦においても、野戦と同様の傾向が見られるが、補給のない孤立した側が、戦闘消耗により限界点を超えた時点で敗北する。戦病については、侵攻する日本軍の側に衛生、医療体制の不備が出るのはやむを得ない点であるが、最大の戦病となった脚気は、補給不全によるところが大きい。脚気の発生象徴を見ていくと、満州の雨季による食料の腐敗、輸送の遅延により、栄養欠乏の状態が原因していると判断でき、特に戦争初年度の脚気大発生は、戦線の急激な拡大と、その時期に行われた大規模戦闘により、さらに給与を悪化させたことが原因と考えられる。今回の動画はこの辺で終わりにするよ。ご視聴ありがとうございます。